はい、こんにちは。ひこさまです。今日はですね、よく聞かれる質問なんだけど、どうやってこの動画を編集して作ってるのかってちょっと教えたいと思うんで、どうぞ見てください。はい、さて、この動画はいつもどうやって作ってるのか、どんな設定を使っているのか、もうこれ最近システムジャップさんとか、Get Out of My Band のマヒさんとか、あとガゾリンだったら HCM9999 さん、9999、そうですね。に聞かれたりして、よく聞かれるんだけど、まずMac か PC 使ってるかって聞かれて、見える通り、これは確かにこれ PC ですよね。で、ソフトは、最近まで、買った時は URead Video Studio で、最近 Corel って会社名が変わったんで、Corel Video Studio っていうソフトを使ってて、無料ソフトのムービーメーカーとかってあったりして、あと超高級なAdobe Premiere とかあるんだけど、でもこういう YouTube 動画のためには、もう確かに9000円ぐらいするVideo Studio って、いいソフトで、もう十分満足してて。で、何が良かったかっていうと、もうここに見れるんだけど、こういう YouTube 自動出力設定があって、でこれはね、最近もう YouTube はこういうワイド化されて、そういう普通の4対3のアスペクトの普通の昔のテレビみたいな形になってた時には、この設定は非常に助かって、綺麗な画質で軽いファイルでもう簡単に出力できたんだけど、でも最近 YouTube はねHD もう 720p という高画質ができて、 HQ もちょっと進化して、あとワイドできるようになってて、これ自動設定はなかったんで、いろいろ試して頑張った結果、普通 YouTube も勧めてる MP4 とかフラッシュの出力で頑張ったんだけど、でもこのソフトではもうどうやらうまく出てこないから、いろいろ試した結果には WMV の出力フォーマットが一番いいで、そういう設定はどうやってしてるのかって今見せます。そう、ブライアンこれ聞いてたからね。基本的に設定を自分で作った。で、その基本はですね、まずね、この動画をもう作ったらこれ3秒しかない。はい、ビデオファイル作成。これ、はい、クリックして、で、カスタムで出して、で、標準では MPEG ファイルになるんだけど、MPEG ファイルじゃなくて Windows Media を選択しましょう。で、これでオプションをつけたところで、標準のね、これ全然使えないフォーマットだから、俺はもう作ってるんだけど、基本的にその作り方としては今ちょっと見せます。こういう Windows Media いろんなフォーマットあるんだけど、カスタムに使えるやつ。これはカスタマイズ。ここバトンをクリックして、ここ入ったところでもう適当に何でもクリックして、これ適当にもうすでに標準でできてるやつを選んで、これコピーして、これ名前をテストに変えて、もう使ってるからさっき試しに使ってたから、じゃあテスト1入ってテスト1ってやつをもう今編集しましょう。さて、この上のやつは何でもいい。名前は例えば YouTube Setting とか、もう日本語でも大丈夫だと思うしね、これ日本語ソフトだから、これも何でもいい。で、オーディオはもうWindows Media 9.2 を使っています。で、ビデオはコデックは、これは重要ですね。これはWindows Media 9。パソコンちゃんと Windows Media 9が入ってるようにもう調べてこれ使いましょう。で、クオリティのところでですね、じゃあまず大きさ。で、これはもう3つ選択肢あるんだよね。これは640 by 360。これは普通の標準の画質として出る。これまたは HQ で出したいと、これは854 by 480である。で、HD で出したいと、HD はいいんだけど見れない人多いんで、俺はあんまり使わないようにしてる。HQ か標準にしてるんだけど、一応 HQ にしたら1260 by 760だから1280。これ HD の設定ですよね。
でも我々はもう簡単にもう出せるように標準の綺麗に標準何も変えずに高画質出るようにするから640 by 360。はい。で、フレームレート。これはですね、基本的に標準としてはよくNTSC は 29.97 で結構速い30近いもう1秒あたりのフレームの数。で、パウル選択すると、パウルは25だけ。で、基本的にフレームの数が少ないほど、インターネットを見て、メモリの容量がかかんないし、CPU を使わないで、基本的に低いほど、もう、綺麗に見れるようになる。ただ、遅すぎると、もう動きは、なんか、てん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 ってなるから、俺はね、基本的に、パウロの25と NTSC の29よりも、僕は24、ちょっと下げてる。そうすると、動画ちょっと綺麗に見えてくるんで、動きはそんなにもう変にならない。次の項目も非常に重要です。次のは、ビットレートっていう項目で、これは、高画質、本当に綺麗に見せたいと、12M、つまり、12,000 bits per second は、その気にしないときには M。で、これはファイルの大きさに非常に影響があるんだけど、2000K にちょっと的に変換されるんだけど、これは、結構キー設定で、綺麗に出したいとファイルがでかくなるんだけど、これはよく12メガビッツper second で設定してる。で、スムーズですね。これも設定できるから、0から100の数字で、俺よく100を使ってる。ちなみにオーディオのフォーマットもあるんだけど、オーディオは、なんだっけ、4？でもこれ標準でいいや。これは、特に、もうちょっと綺麗な音質しようかな。一応96。どうせ声しかないからね。これは、適当に設定して。でも基本的に一番重要な数字は、このスムーズネス、クオリティのところ。これは100と12メガビッツ per second とこのフレームサイズ。こういう設定で、すでにこれできてるスペックはね、俺使ってるのは、ハイクオリティ、スーパークオリティ、ハイクオリティ、スーパークオリティ、HD に分けてて、すべてがですね、24フレーム per second つけてて、ハイとスーパーの違いが、2000kps か 12mpс。12mps だと非常に綺麗に出るから。HD もあるんだよね。24フレーム per second で1280倍、720。で、もう一つ、ちょっとブライアンはね、よく、この画面の横側に黒い帯があって、で、これはね、ワイドでそういう入らないように、ちょっと技がある。だから今ね、ちょっと本当の編集中の動画に切り替える。はい。で、それは今、じゃあこれ見てて、これワイドは、これ画面がいっぱいになってるなのに、ここ来ると、もうこの黒い帯があるんだよね、こことここに。で、これを消したいから、できるのは、今すごい不細工の顔してるんだけど、しょうがないね、生まれつき。はい。動画の編集、ビデオの編集画面にこういう標準の音量とか、いろいろ調整あるんだけど、この付属の、タブクリックして、で、クリップを変形。これ選択すると、もうこれ動画の大きさ変更できるんですよね。で、まずじゃあ画面に合わせる。で、画面に合わせるともう伸ばして変ですよね、これは。これはなんかだからこれをちゃんと変に伸びないようにアスペクトを維持する。これできますね。これ普通にもう伸ばしてないけど画面に大きすぎる。けどこうやって画面がいっぱいになるから、基本的にそのいらない部分、上か下の調整で、こうやって真ん中して、で、これはもうワイドで撮ってない動画でも、これ編集したら、今度は切り替わっていっぱいになってる。で、これね、ブライアンさんもね、リオバンクスにもぜひこういうちょっと入れてみて、基本的にリオバンクスにはね、なんか、ちょっと FPS を少し、25、29にちょっと落として、で、こういう編集で、ビデオの変形、クリップの変形をちょっと使ってみたら、綺麗に出るんじゃないかと思うんで、これはもういろんな技あるけど、今日は簡単な紹介で、こうやっていつもこういう動画出してるんで、どうぞ勉強になったら嬉しいです。はい、ピース。